紅葉の始まった公園の絵を描いてみたいと思います。まだねそんなに紅葉はしていないんですけど、紅葉したということで描いてみます。岡山市の西大寺の緑化公園の写真です。ここの橋正面から撮っています。でこれはちょっと斜め横から撮った写真です。ここに大きな手前にある紅葉をだいぶしてますけど、これはカツラの木なんです。今回はこの写真をメインにして、ここのカツラの木をここの手前にねこういうふうに配置して奥行きを出そうかなと思います。今日の紙です。ホワイトワトソンを 6F サイズに切っています。今日の絵の具ホルベインです。クリムソンレーキ、オペラ、ガーボンジーノーバー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バーントアンバー、一応8色で描いてみようと思います。色見本ちょっと作っておきましょうか。黄色い紅葉の方ですので、ガーボンジーが主っていうことになります。綺麗なガーボンジーの純色ですね。で少し緑が残ってるんですよっていうことで緑を混ぜます。こんな感じです。もうちょっと茶色っぽくなってますっていう場合はガーボンジーとバンタンバーを加えてこんな感じになろうかと思います。針葉樹のように紅葉はしませんという木の場合は、ちょっと小暗い緑っていうことでコバルトブルー、バーントアンバー、サップグリーンを少しかなり青っぽくなります。こんな感じの緑、もしくはウルトラマリンディープを使ってもうちょっと小暗いですよ。こんな感じですね。これだけだとね、ちょっと色味の範囲が狭いので、これに部分的にねクリムソンレーキを混ぜるとちょっと赤みを帯びかけていますよっていう色です。空の色にただ青いだけっていうんじゃなくって、少しこういう紫がかった色を入れていこうかなと思います。これでね随分カラフルになると思います。色としてはこの範囲で描いていくつもりです。下絵を描いてみます。ここに川の小さいのが流れているわけです。ここに物置が見えています。から手前にいろんな種類の広葉樹があるわけです。で向こうにヒマラヤ杉の高い大木が1本、奥に2本目があります。橋の位置が一番大切かなと思います。太陽は右上からっていうことにしますので、橋の位置をそうですね、この辺りでしょうかね。この辺りに位置取りしましょうかね。でそうすると少し川の中、あるいはこちらの石垣がねちょっと見えるよっていうことになろうかと思います。向こうの植え込みの中に物置小屋の軒が見えたりしていますっていうことです。で、ここのね中心に何を持ってくるかっていう話なんですけど、この木が一番見えているわけですが、きれいに公園ですから丸くカットしてあるわけです。絵にはこうならないので、こちらの方に見えるねこういうもみじのような繊細な枝ぶりがね綺麗なんです。これをここの橋の左たもとからこのように生やしていこうかな。一応もみじっていうことでね生やしてみようと思います。横へ横へ棚状に枝が広がりますのでね、非常に美しいですね。ある程度株立ちをしますので、1本だけすくっとね電信柱のように立つんじゃなくって、2本あるいは3本に分かれて、しかも下の方から枝分かれしながらずっと横へ広がっていく木ですよっていう、そんな感じなんです。橋の向こう側にも何本か同じようにね干木があって、小屋が見えて、その向こうにヒマラヤ杉が見えました。もう一本ねちょっとちらっとね見えましたっていうことで、こちらのね足元はもちろん見えないわけですけど、ここにこちらの岸のこの辺りからこの下の方からカツラの木が大きくね出ていました。カツラもねすごく株立ちをします。
ここをどうするか、ここはまあ開けておくっていうことにします。こちらの岸が、これが普通にこちらへ広がってほしいっていうことになります。で目線はね、この端よりちょっと上目です。この辺りが目線になりますので、向こう岸のこの石垣の位置取りっていうのはほぼこの橋桁と平行に走るっていうことになります。でこちらの岸はわずかに広がってはいるんだけど、そんなに急激に広がっていませんよっていう設定でね、書こうと思います。で向こう側にこの岸の続きがちらっと見えてるわけですね。ここに小灌木が生えて、隙間から物置が見えているっていうことになると思います。整理してね、きれいに下絵を描いてみますね。はい、下絵がね描けました。ここにこう橋が、手前の欄干、向こうの欄干がね、わずかに向こうが見えています。主役はね、このもみじですね。で手前に大きなカツラの木を置くことによってこうずっと流れていっていますっていうことで、後ろにヒマラヤ杉を大きいの小さいの2本入れました。で橋の向こう側の石垣がね、こうちらっと見えるようにしました。で橋の当然こう道が通じているわけですけど、目線に近いのでほとんど見えないだろうなっていうことですね。実際写真にも写っていないわけなんですけど、このヒマラヤ杉、もみじ、カツラの間にもいっぱい向こうの方にね、木立の下の方が見えるわけです。ちょっとだけ鉛筆で描いていますけど、増えるんだろうなと思います。マスキング液で少しだけ抜いとこうかなと思います。例えばこの細い灌木ですね。それから欄干の上の部分です。手前の欄干、向こうの欄干と細くちょっと白く光っていましたっていう感じで、こちらのカツラの木の一部ね、ちょっと白抜きをしようと思います。大きな枝はね、手で抜くことが可能なんですけど、細い枝についてはちょっとなかなかっていう感じがしますので、ちょっとだけね入れておきますよ。そしてもみじの方のこの細い先の方の枝ですね、ちょっとだけ抜いておこうと思います。少しね抜くとすごく繊細な感じがするんじゃないかなと思いますので、黒々とする枝と、白っぽくこう見える枝と、両方欲しいわけですね。はい、マスキングね乾きましたので、下塗りに入っていきたいと思います。で今日はねかなり鉛筆の線を濃く描きましたので、ちょっと薄めておきますね。はい、下塗りを始めます。まずねガーボンジーの純色です。薄く溶きます。でこの真ん中のこのもみじですね、もみじのあたりっていうことで、決してもみじの枠の中を塗るっていうことではありません。ガーボンジーが横に横に広がっていっていますよっていう感じです。じゃあ水筆ちょっとねハケで、幅広いハケでざっくりやりますよ。はい、そして今黄色を入れました。その下のあたりですね、ちょっとだけ暗くしたいのでバーントアンバーを入れます。今の色にね接するようにね入れていきます。はい、そして上の方はねサップグリーンを足して、少し緑がかった色にします。はい、これもしっかりぼかします。それからここの大きなカツラの幹です。マスキングをするほどのこともないので、ちょっとだけこうやってね拭っておきます。完璧に白くなくていいわけです。そんな真っ白な幹じゃありませんのでね。はい、そして暗い色を作ります。コバルトブルーですね。今の色に混ぜますよ。コバルトブルー、バーンタアンバー、これをさらに下の部分です。ここはちょっとねこう隙間、ここは草ですね。紫式部なんかも季節感があっていいんじゃないかなと思います。ここですね。
向こうのね針葉樹、はい、これもざっと伸ばしておきます。綺麗な赤紫、オペラとセルリアンを混ぜて薄くします。空の部分です。あまり強いと切れすぎるので、紫式部とかこの地面の部分です。こういうところにもねちょっと入れ込んでおきます。お互いににじみ合う方がいいので、あんまり枠の中を塗るみたいなことは必要がありません。しっかりねにじませてください。でポツポツ取っていきますよ。もうねこの赤紫なんかかなり薄くねなるようにします。はい、これでね下塗りが完成です。ちょっと乾かしますね。はい、下塗りがね乾きました。じゃあちょっと細かい作業に入っていこうと思います。で一番描きたいのはこういう梢の先のこの繊細な凸凹感です。これを出す時に中から塗っていく場合と外から塗っていく場合とあるわけです。で例えばここの後ろにあるヒマラヤ杉の黒っぽい色をここに入れていくことによってこのもみじの先端部分のギザギザが分かるっていうことになります。やってみますね。ここですね。これスパッタリングでやってみますよ。もちろん手でやっても構わないし、いろんなやり方を組み合わせてやった方がいいと思います。部分的にやりたいのであまり離してやると広範囲にね散ってしまいますので、すぐそばに近づけてやるっていうことですね。ある程度ねスパッタリングで散らしました。でこの後手でもやります。ちっちゃい細い筆で、細かくねここをギザギザをつけていきます。特にこの縁ですね、縁の凸凹感がとっても大切なので、ここでスプレーでちょっとやってみますね。手でやってもいいしスプレーでやってもいいんですが、スプレーの方がこのまま葉っぱの細かい凹凸感を表現できるっていうことなんですね。で手でもねある程度はできるんですが、やっぱり偶然できるにじみに比べると少し手でやった方は不自然と言いますかね、自分でこういうふうにしたいわと思ってこうつけているわけですからね、当然のことながらちょっと規則的になったりしがちなわけですよ。それと自然ににじんでいくにじみの美しさっていうのは偶然の方が綺麗です。ですけどね両方やっていきます。意図しないところに飛んでいったりしますので、スプレーの場合はね、ある程度手で制御していく必要はあろうかと思います。とりあえずねずっと外回りの暗いところをやっていきます。それとこちらのカツラの木のこの今囲っている部分ですね、これは表へ出てきた明るい部分です。でその隙間がちょっと暗い部分になりますので、少し暗い茶色がかったガーボンジュっていうことで、スパッタリングでやるとこういう感じになるわけですけど、手でやるとするとこんな風になるわけです。広範囲をね一気にやる場合はスパッタリングの方が都合がいいんですけど、この非常に細かくねギザギザをつけたり切り込みを入れたりする場合は手の方が都合がいいかなと思いますね。はい、じゃあねこことここ、それからこの下の暗い部分ですね、ちょっとやってみますね。はい、ここのねカツラの木の、比較的暗い部分に色を置いたんですけど、明るい部分にもねかなり水で流れていきました。そしてこちらの後ろにあるヒマラヤ杉、かなり細かい作業をしたのでヒマラヤ杉自体の梢感も出ているかなと思います。でちょっとこの辺り乾くまで触れませんので、こちらのね石垣の方をちょっと手当てしとこうと思います。バントアンバー、ウルトラマリンディープを混ぜて、薄くしますね。
石垣の隙間に色を置いていきます。同じ太さで描いてしまうと、ちょっと不自然な感じがしますので、太くしたり細くしたり途切れさせたりっていうことでやっていくと自然な感じになるかなと思います。こうやって描きますよね。その後ちょっとスプレーでわざとこうにじませるんですね。そうすると非常に自然な感じの石と石を組んでいる時の隙間の暗さが出るかなと思います。この橋の下っていうのは一番暗いわけです。でただここにこうずっとね続いている石垣をいくらか見せるべきなのかなっていう気がします。でこちらに石垣がこう続いているわけなんです。橋の向こう側にも石垣が続いていましたよっていうことで、ちょっとだけね書いておきます。でここのね処理なんですが、紫式部のようなものにしようかなと思っています。紫色の丸い小さい実が点々とこう枝先にね連なるわけです。雰囲気だけ取ってみます。赤紫をスパッタリングで落とします。スプレーでにじませますね。でこのスプレーで水が不均等にこう落ちてます。そこへもう一回同じ色でつぶつぶを置いていきます。枝先に連なってますよ感がはっきりわかると思います。葉っぱの部分の少しくすんだ緑も同じような感じで、点々とねつけていくとすごく自然な感じになるんじゃないかなと思いますね。セルリアンとバンタンバーとサップグリーンということで、特にこの下の方です。秋が更けた感じにしたいので茶色を増やします。で当然枝も見えるわけです。枝の細い線をところどころに見せるわけです。隙間からところどころ見えてましたっていう感じで書いておきます。にじみますが、そのにじみを利用して自然な感じにするっていうことです。紫式部をイメージしてるだけで具体的に紫式部だって分かる必要ありません。いい加減な感じでやっています。はい、このくらいにしておきますね。後で手当てをしますのでね。この辺もねだいぶ乾いてきましたので、これと同じような作業をするんですが、ここではクリムソンを足して少し赤みを帯びさせるっていうことになります。この塊の下の部分ですよね。秋竹縄っていうほど真っ赤にするとちょっとまずいので、このくらいの色で収めておきますね。はい、こうしといて手で点々点々と置いていきます。赤をね時々感じさせるようにされるとこちらの茶色との差がついていいんじゃないかなと思います。なるべくね不規則になるように規則的に並んじゃうとまずいです。こちらもねこの手前のカツラの木の向こう側に、これが続いているわけですので、当然ここにも見えるよっていうことになります。はい、じゃあこれで乾かします。はい、乾きましたのでね、もうちょっと細かい作業を続けていこうと思います。このもみじの向こう側にある広葉樹ですね、これをこのもみじよりは少し緑がかった黄色で描いていこうかなと思います。グリーンとガーボンジを、あまり混ぜないでっていうことです。あまり混ぜてしまうとあまり綺麗な色にはならないので、緑のところもあれば黄色のところもあるんですぐらいの感じ。このね外側です。このもみじの一番外のラインをこれで、作っていきます。もうちょっとここをスパッタリングでやってしまうと細かい凸凹があまりもう出ないので、ここはちょっと頑張って手でねやってみます。でちょっとスプレーしますよ。あまり強いところはねちょっとやっぱり取ってほしいんですね。吸い取ってください。
ここもそうなのでね、この木と同じような感じで、いいかなと思います。黄色い部分もあれば、緑の部分もあるよっていうことで、こちらをね潰していきます。橋の向こうにあるこの低木ですね、実際にはこういう刈り込んだつげがあったりするんですね。暗い緑、針葉樹と同じような緑で、少しねムラを作りながらやっていきますね。あまりきれいに刈り込んだ風にしない、橋桁の部分をね避けながらやっていきます。かなり暗い方がいいかなと思いますね。ここが明るいと締まらない感じがしますので、かなり暗くしますね。茶色バンタンバーも増やし、ウルトラマリンディープも増やしっていうことでね、はい、これもちょっとスプレーをかけて少しね曖昧にしておきます。それから今度ここですね、もみじの下からずっと奥へかけての林の下の方っていうことで、ここも暗くないといけないので、同じ色でここを暗くしておきます。なのでね、ここの手前の灌木と向こうの林の下の暗いところとがつながってしまうとまずいので、ここでこっちの小灌木の縁を明るくね残しておく必要があるかなと思います。でこれがこっちへ来て、この紫式部の向こう側にね点々と見えてましたっていう話になると思います。曖昧に処理をしておきます。それからこの家ですね、屋根はねちょっと明るいんですけど、下の壁の部分は明るい暗いの差は微妙にありますけど、全体には暗いっていうことで、バンタンバーにウルトラマリンディープを入れてざっくり暗くしておきます。ただ手前の灌木、これについてはちょっと明るく残しておくっていうことで、もみじの中にこの暗いのがちょっと点々と入るっていうことになると思います。はい、この植え込みを作りました。それを広げておきますね。こういうふうにね上の方に向かってね。そこから上は広葉樹の林になりますので、緑がかった色、黄色とかちょっと綺麗すぎるかなと思うんですけど、これで一応この辺をね向こうの方に見える林の色っていうことでやっておきます。これでもう一回乾かします。はい、乾きましたので木の幹です。描いていこうと思います。カツラの木なんですけど、基本的には右からの光にしますので、一本の木の中で右側を明るく左側を暗くします。でこの辺全部ね暗い幹に見えてますけど、時々は明るい幹も必要かなと思いますので、組み合わせながらねやっていこうと思います。暗い幹の色なんですが、基本的にはバントアンバーですね。ウルトラマリンディープを合わせます。そうですね、試しにこれをやってみますね。ちょっと奥の方なので薄くします。で気をつけないといけないのは揃えないっていうことですね。太さとか、本数とかが揃ってしまうと非常に不自然になりますので、なるべく揃わないように。マスキング液で白抜きしようとしている分も、暗いところはちゃんとね暗いまま設定していればいいかなと思いますので、一応こういうふうにね塗っておきますね。からこれはヒマラヤ杉の幹ですので特別暗いっていうことで、ウルトラマリンディープを多めにね入れておきます。ここにもねちょっとこうやって差し込んでおきますね。上の方にもね少しね、途中この辺はねぼかします。少しね、枝が出てる可能性もあるし、幹が見えてるっていうことはそこが葉っぱがなくってくぼんで見えてますっていうことですので、当然暗く見えるっていうことになります。一番メインのねもみじの幹ですが、あまりね暗くしたくないので、少しねバンタンバにガーボンジを足してちょっと入れてみますよ。
葉っぱの色とねあまりこう極端に違わない方が違和感はないという気がしますね。上の方はね細い枝になりますので、なるべく細いね筆でやっていかれた方が繊細な線になると思います。大げさなぐらいに入れた方がいいような気がしますね。あんまり葉っぱで覆い尽くされてっていうよりは、ちょっとしっかりめにね見せるっていう方が繊細な感じもしますしね。何重にも描いていくっていう方がいいと思います。カツラの木なんですが、これはかなり太いわけです。色っぽくしたいので、これの場合はねセロリアンをかなり入れて、こちら側右からの光っていうことなので、同じ幹で言えば左側に主に入れます。この辺は点々点々と入れます。でここにもね幹の色を点々と入れていきます。ところどころをこのように横筋、樹皮のこう横に縞が入ってる感じを出そうと思ったら、筆で描くっていうこともあるんですけど、水筆で横へ引っ張るっていうことも樹皮の感じを出してくれますので、両方使われたらねいいと思います。このようなことをねそれぞれの幹でやっていきます。こちらの灌木、それから向こうに見える灌木についてもやっていきますね。幹とか枝を入れました。この上から少しね暗い部分をつけていきます。ここはまだちょっと暗くないんで、少し赤みを帯びさせます。メインの木ですので、あんまり汚い色にしたくはないわけです。幹がよく見えるっていうことは、そこに葉っぱがないっていうことで穴になってる、そこに日が当たらないので暗く見えますねっていう、そういう理屈です、ね。当然こういう下映えのところもそうなんですね。小さな凹凸も当然あるわけなので、微妙に入れながらデコボコデコボコを作っていくと自然な感じが出ると思います。はい、でこれはねちょっと筆跡がそっけがないので、少しねじわじわとこうにじませたいので、スプレーでお水をかけておきます。ここのね石垣の中の方ですね、かなり暗くしました。ここの端の手当てを全くしていませんので、端もちょっと描いておきたいと思います。バンタンバーでいいと思うんですけど、この辺の色を入れてちょっと暗くします。あまりねきちんと描かないっていうところがミソかなと思います。不規則に描くっていうことですよね。一応ここの一番上にはマスキング液で線を引いていますので、その線の下側ですねに色を入れるということになります。この下のこれも一応右から光っていうことなので、左側に主に入れていくっていうことになります。一発でね終わるわけではありませんので、気楽にね塗っていただいて、また後でね足せばいい話ですのでね。でこの下側ですね、ここです。ここはかなりしっかりしてないと端が落っこちちゃいますのでね、かなり厚みがあります、この端の下っていうのはね。なのでしっかりここは暗くしておきますね。で向こうの橋桁ですねは少しぼんやりさすっていうことで、いくらかね違ってもいいのかなと思うんですけど、そんなに極端に変えなくってもとは思いますね。1回目はねこのくらいにしときます。また後でね足していけばいいっていうことですのでね。ここをね全体的に暗くしとこうと思います。ところどころは明るくしておこうと思いますね。街の中にある公園ですっていうことですよね。木の影をちょっと入れておきますね。ただ明るいだけでは暑いので、影も入れておきます。
でこちらのねここなんですね。画面の外側にもいっぱい木があったっていう前提で、ここに木の影が投影していましたっていうことで、こんな感じでね不規則な木の影をここに一応入れておこうと思いますね。からここのね屋根ですね、筋目をねちょっと立てておこうと思います。ここの下側に板が張ってあります。はい、じゃあこれで一旦乾かして仕上げに入りたいと思います。乾きました。そろそろねマスキングを取ろうと思います。それとですね、ここはちょっと長すぎたかなと思いますので、これを少しね縮めておきます。こっちの木がちょっとちっちゃいので、少しこれを大きくしようと思います。もうちょっとねこの上の方までねこれ持ってきますね。マスキングを取ってもうちょっと書き足していこうと思います。はい、マスキング液ね取りました。仕上げに入っていきたいと思います。この木がねちょっとちっちゃくなったので、少し大きめにしときたいかなと思いますので、ガーボンジーとサップグリーンで緑っぽい色にします。ここを少し縮めたいと思います。でこっちの方はね少し黄色くってもいいのかなと思いますので、同じ木でもこちらはちょっと緑っぽい色、こちらは少し黄色を多めにしてっていうことでね変えていきます。でこれも少し緑っぽい色をねもうちょっと足しておきますね。でこの端の方はちょっとねこの色をスパッタリングで、パラパラパラっとね散らしておきます。ちょっとね繊細な感じにした方がいいかなと思いますのでね、この木も。はい、ここですよね。この奥にこれと同じ色をここにねちょっと差し込んでおきますね。ちょっと区別がつかなくなるといけないので、ここにもちょっとねこの色を入れておこうと思います。このね枝白くね抜けすぎてるところをちょっと足して、同じようなねこちらに描いてる枝と同じような色で1本あるいは2本で潰します。ちょっと白地を少なくするっていう感じです。ここのね一番大切なここなんですね。今回ねちょっと外からやってみますよ。こんな感じ。空の色なんですけど、あまり綺麗すぎると良くないのでちょっと濁らせています、ね、空の中に葉っぱが少しひらひら出ていますよっていうことですので、ここもねちょっとこの同じ色をね少し入れておきますね。結構落ち着いたいい色になったかなっていう気がしますのでね。影が、ほとんど描いていませんので、ちゃんとここに影をつけます。それと手前のここに石垣、手前の石垣の一部が顔を出しているわけですね。それもちょっとねここにわずかなんですけど、見えるわけですよね。それをちょっと描いておきます。あとねじゃあ枝を手当てして、それからこの欄干もちょっと手当てをしたいと思います。はい、かなりね枝を足しました。それとここら辺をね暗くしましたのでね、メリハリがついたかなと思います。でここに伸びてる影もちょっと二重にしましたので引っかかったかなっていう気がします。でここがちょっとね明るい気がします。もうちょっとね茶色っぽくしておこうかなと思いますので、色をかけておきます。はい、
じゃあね、これで一応完成にしたいと思います。ここにサインを入れておきます。はい、一応ねサインも書いて完成と思ったんですが、まずいところがちょっとあるんですね。ここですね、ここつながっていません。それとここ手前の桂の木と向こうの方にあるもみじの木の境目がもうここ一緒になってるんですね。それとここがちょっと東屋の透けたような建物に見える。これもちょっとまずいわけです。それとここがあまりにも範囲が広すぎて、この白っぽい部分が大きすぎるっていうことですね。それとこれがきれいに平行線をたどっているように見えるっていうことです。手直ししようと思います。まずここですね。ガボンジーとクリムソンを混ぜて赤っぽい色にして、ここまでがカツラ、こちらちょっと赤くした部分はこちらのもみじの木の一部ですよっていうことにしますね。少しもみじの枝もね足しておこうと思います。ここもねちょっとしらじらしてますので、枝をね足して少しスパッタリングでここに手を入れて、ちょっとこの広々しすぎた感じを和らげておこうと思います。ここですね、ちょっとね平行になりすぎてます。で1本上に角度が違った枝が出ているのを描いたんですけど、あまりそれが役に立っていないわけです。それをちょっとね強調しておこうと思いますね。ここからこういうふうに出ている枝を一応描いてはいるんですが、あんまりお役に立ててなかったっていうことです。そうすると、幾分平行感が減るんではないかなと思います。そしてここですね、これね段差ができちゃってます。気がつかないっていうのがね不思議なんですけど、気がつかないんですよね。これがここまで下ろしておきます。この一応紫式部っていうことにしていますので、それなりにプツプツした感じが欲しいわけです。なのでここまで下ろしつつ紫式部のプツプツ感を出すっていうことでね、こうやってプツプツ描いていくことになっています。で紫式部の色もねもうちょっと足しておきますね。この同じ色をポタポタっとね落ちる感じで散らしておきます。はい、それからここですね、透け感が激しすぎるので壁があるんですよっていうことでね、それと同時にこちらの漢木の梢感がもうちょっと出てもいいのかなっていう気がします。はい、それからここの部分、もみじの黄色っぽい色と似たり寄ったりの色にしてみます。水筆で少しぼかしてなおかつ散らしておきます。枝ぶりの感じの影っていうことでちょっと入れときます。紫式部の軸が全く描いてないのでちょっと足しときます。でここがちょっと明るいので暗めの色でね潰しておきますね。ちょっとだけ足させてください。ここね。はい、じゃあ本当に完成です。